今回は2012年から2013年にかけて放送されたアニメガールズ&パンツァーの1話の再放送を受けて当時の視聴者の反応を紹介していきます。それではどうぞ。始まったパンツアニメと聞いてオープニングなしか。初回放送でオープニングがないアニメは名作。ウポってか何か。ウポっては真面目に前期トップクラスの面白さだった。ミリオタ向けかよ。いいぞこれ。陸上防衛隊真央ちゃん。すっとぼけ。思ったよりガチやないか。ユキホ？どう見てもユキホなんだよな。何これは。意味わからん。あ、これはつまらない。は？新選組戦車。なんやこの色。なんだかよくわからないがすごそう。悪い予感がする。作がすごすぎはロタン語。ぬるぬるやで。よー。ピンク色はあかんやろ。まあタイムシー薬師図形か。そしてピンクとか赤とか、隠れる気ないよね。小声。キュラキュラキュラ。ミリタリーモンは無駄にこだわる。戦車ゲーやりたくなってきた。なんかいいのない？バトルフィールド3やりたくなってきた。これは柔らか戦車ブームが来るな。今のうちに買い占めておこう。運動会か何かか？運動会のノリだな。登場人物多すぎ。いっぺんにキャラ出しよった。この時点ですでに面白い。なんか、絵が00年代前半なんだよな。ちょっとマジで意味がわからんのやけど。またミリオタ歓喜アニメか。黒髪無口の娘が可愛い、コナミカン。ジグザグじゃ追いつかれるんじゃないですかね。作がぬるぬるではロタ。行きましたは？夢かよ。夢落ち？ぬいぐるみが怖いんだが。ぬいぐるみ、みんな怪我してるな。お、サンクスー。サンキュー、サンクス。サンクス協賛なのか。ぼっちか。ドジっ子か。グーカワやん。ぼっち返し。誕生日まで覚えてるとは、たまげたな。記憶力に自信ねき。怖いわ。米盛りすぎ。右の子食いすぎやろ。黒髪結構食うんだなおい。なんやあのメガネ。メガネ片方どうしたの？メガネ壊れてますよ。戦車道。当然のように戦車道。冷え。レイプネやん。あかん。持病のなんだって？持病の尺って久しぶりに聞いた。乙女がたしなむ伝統的な武芸。戦車道界のレジェンド。どんな家系だよ。どんな世界観だ。これもうわかんねえな。いや、これは化ける。ここで切るやつは負ける。適当。細かいことに突っ込んではいけない。単位3倍2期も絶賛。手のひら狂う。友達の裏切り。いい子たちだな。偶然。なんで友達2人は、最初から好感度マックスなんですかね。呼び出されたんごう。熱い呼び出し。なんで手繋いでるんですかね。アニメ特有の生徒会権限。また生徒会の強権発動か。結局やるのか、困惑。やったぜ。作戦通り。いきなり色物登場で草生えた。21人、4、5台ぐらいやろな。このままキャラもエロ線でいけば、円盤購入も視野に入るで。ろくに整備されとらんやないか。いけるやん。一目でわかるのか。やる気満々じゃねえか。いきなりウキウキで笑った。は？何これ。謎の壮大感。ひえー。空母じゃねえか。空母。オチでクソワロタ。最後が一番面白かった。結構嫌いじゃないぞこのアニメ。戦闘始まったら絶対面白くなるやろ。このぶっ飛び具合、好きやわ。なんか途中から化けそうな気がするから見るわ。朗報。ガルパン1は、序盤炎上も、さよなら勝ち。このアニメは女の子の可愛さをお楽しみいただくため、邪魔にならない程度の差し障りのない戦車戦闘をお楽しみいただくアニメです。タイトルにパンツが入ってるのに、パンツが出てこなかった。遺憾であるがもうちょっと見てみる。つか、戦車戦メインのアニメ見るの自体が生まれて初めてだわ。萌えと改善に。これ、なかなか面白いな。出だしの BGM なんか表しの要塞とか、そんな昔の映画思い出させてくれて、おっさん歓喜だろ。映像の世紀でしか見たことのない戦車とか出てて興奮したわ。最初のあれは、大脱走のテーマっぽく聞こえたわ。てかそれしか知らないんだけど。最後に出てきた空母で、なんか納得するしかないって、諦めにも似た理解をしてしまった。これはミリタリーものなのか、それとも戦車を競技に変えたスポーツものなのか、展開がわからんな。ルールのある競技だから、戦車使ったサバゲー、もしくは、軍用機使ったエアレースのようなもの。空母都市なら、戦闘機でやればよかったのに。戦闘機だと素人は動かせないからな。でも戦車は分業制だから、指揮官が経験者ならなんとかなる。戦車戦って面白くできるのかな？キュラキュラキュラ、ドーンでしょ？弾を避けたりできないし。
弾が飛んできたのを見てから避けたりできないようだから、なるべく当たりにくいように蛇行してたな。正面からだと弾が通らないとか言ってたけど、逆に言えば側面や後方からは通るはず。どうやって相手の側面や後方を取るか、ってのは面白く描けるんじゃない？戦車って実弾なの？命かかってるのに、スカートひらひらさせて、ヘラヘラしながら戦車乗るとか、意味がわからないんだが。戦車である以上、ペイント弾でただ当たってないじゃつまらん。センサー判定だけはもっとつまらん。機動性、走行、砲性能、エトセトラ、すべて活かして殺傷なしで表現するには、どうしたらいいのかな？どうしてくるのかな？こういうのは、変に整合性求めようとすると楽しめないぞ。どこぞのロケット弾みたいに、吹っ飛ばされても黒焦げで済むんでしょ？いてて、コホンみたいな感じで、いやむしろそうしてね。監督。車体にもろにぶち当てても、未来の素材で貫通はしないが、車体に設置されている、公式判定装置が、貫通したかしないかの判断を下して、行動不能、あなたはやられました、と表示するルールらしい。この手のアニメは突っ込みどころ満載なんだから、突っ込んだら負け。感覚でのほほんと見なきゃ辛いぞ。最初の砲撃受けたところが最後に繋がるか、途中に繋がるんだろうね。戦車のそばに女子高生の画面は結構良いわ。細かいことを言い出すとキリがないんで、ただのスポコンアニメと思ってみたらいいんじゃなかろうか。すごい新入生が加入した弱小校が、強豪校を倒すとか王道だしな。戦車はわからん。とりあえず女の子は可愛いかな。あと戦車道の試合がどういう感じになるのかが早く見たい。お姉ちゃんは真面目で厳しいけど、こっそり妹を心配しているようなキャラだと嬉しい。そもそも戦車は、爆撃機か地雷で対処するのがセオリーだけどな。誘導砲弾あれば、アウトレンジからのヤホーが手っ取り早いけど。それはきっと、対戦車道。それは剣道相手に、銃を使った方が強いとか、柔道相手に、剣を持った方が強い、というのと一緒だぜ。無粋だぜ。これはウポってみたいに、当たっても死なない系なのか。あっちは銃の化身なので当たっても死なない。こっちは、未来の特殊素材で守ってあるから、当たっても死なない。なので、ひょっとしたら怪我くらいの描写はあるかもしれんな。直撃食らって衝撃で怪我して、痛いからやめるってやつが出た。ってエピソードくらい、かましてこないかな。いた塗装はやめて欲しかったとは思う。戦車は、忠実な塗装でセーラー服着た子が乗ってる、というギャップがいいのに。わーわーキャーキャーな周りの女子高生たちだったらわかるけど、歴女チームがあんな派手な色にすんのは意外だった。歴史オタなんだし、史実のカラーリングを好むもんだと、まあでも全部地味な迷彩色だと、キャラ立たないからしょうがないのかな。散々気出だろうが、セーラー服と銃戦車って漫画の設定、そのまんまだな。セーラー服と銃戦車おすすめ。設定がそのまんまで面白い。しかし、この手の女しかいない作品で、メインキャラが彼氏欲しいという言動が出るのは珍しい。異性と恋愛するという概念そのものが存在しないからな。こういう美少女動物園というジャンルは、沙織殿、明るくていいよね。戦車ってすげえ燃費悪いんでしょ？燃料タンクってどうなってんだ？重さと大きさがいたちごっこになったりしないのか？主人公の乗ってる4号戦車だと、約450リットルの燃料タンクがついてる。ミリお互い生き生きしてて、見てて面白いわ。展開遅いなぁとか思ってたら、最後のオチが壮絶だった。巨大空母が面白すぎる。空母と普通の船の違いって何ですか？なんで最後に出てきたのを、一瞬で空母って判断できたんだ？船体左側の、アイランドと言われる航空機運用に特化した形の環境から、っていうか船の造形が、旧日本帝国海軍の空母にそっくりだったから、最後に出てきた、巨大空母が何をモデルにしたか大体わかったぞ。とりあえず最初に言っておくが、2、3隻の空母のデザインがごっちゃになってる。で、船体なんだが船体は日本海軍の航空母艦非輸入型航空母艦の可能性もありのものの可能性が大。特定に至った理由なのだが、船首部に 25mm 連装射撃装置があったのだが、これが艦首にある艦は昭和17年以降の昇格型の航空母艦、または今上で書いた非輸、それかそういう、または運輸型の航空母艦なんだよ。で、昇格型の航空母艦だと、射撃装置の前にもう一つ機銃が追加されるのだが、映像を見ると艦首と射撃装置の間にスペースがなさすぎるため昇格型は考えられない。となると、残るのが非輸、そういう、運輸なのだが、そういうになると射撃装置両隣の機銃設置スペースの形が違うのと、射撃装置の後ろ側に機銃が3機設置できるスペースがあるが、あの巨大空母の艦首部分の射撃装置付近を見る限り
りではないため、そういうも考えられない。となると、最終的に行き着くのは飛遊か運流なのだが、これはどちらとも言えない理由がある。それは運流型の航空母艦は飛遊の設計図を有用しさらに回収を加えた艦なのだが、船首部分だけは飛遊のものをそのまま有用しているため見分けがつかないが、もしかすると射撃装置両脇の機銃設置スペースが丸みを帯びているのと、運流の場合だとそういうと同じく射撃装置の後ろ側に機銃が3機設置できるスペースがあるため、飛遊の可能性が高いかな。まあ、運流型の可能性も捨てきれないのだが、まとめとして、あの飛行甲板に街がある巨大空母は、日本海軍のどれか一隻の航空母艦を元デザインにして巨大化させたものではなく、船体を飛遊または運流、飛行甲板を昇格型の航空母艦のもの、環境は飛遊のもの、なので日本の各空母がごっちゃになったものと考えるよ。ちょっとこのスレ、ゆかり度の多すぎんよ。沙織ちゃんみたいに、異性、キャラにも興味持ちましょうよ。戦車に女の子か。アサルトライフルに女の子に引き続き、恋のが始まったな。それに伴って、スレの住人も恋。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた。